歩きタバコ。ああ、そうだね。歩きタバコはダメです。はい。盗撮はどうでしょう。今超盗撮されてるんで。そうですね。盗撮。Hey YouTube, it's Cat the Cat, and we went to the streets of Japan and asked Japanese people what things you should never ever do when you come to Japan. Some of the things that the Japanese people have told us are mistakes they have seen other foreigners do. So let's try not to do those things and ask Japanese. 日本でしちゃいけないことを教えてもらいたいです。しちゃいけないこと？歩きタバコ。ああ、そうだね。歩きタバコはダメです。はい。吸いたくなったら喫煙所。街の中になんかどこにあるんですか？駅近に絶対あるよね。駅の近くか、あとはそういうオッケーなお店、ファミレスとか、とかあるかな。じゃあ普通に道路とかには吸っちゃいけないってことですか？そうですね。吸いたくなって喫煙所に行くんですけど、もしそのままで歩いて吸ったり捕まえたらどうになるんですか？なんか場所によってはマネーを取ったりとかする警察が罰金っていうのもあるから気をつけた方がいいと思います。あとポイ捨て。なんかゴミをポイって捨てるのはダメ。ああいうのダメ。ダメだ。ブブー。誰がやったこら。香水の強さ。ちょっとそれはね、ちょっと。香水ってどういう意味ですか？なんかすごいもう匂いがすごいのにもっとつけてる人、なんか自分の体臭が臭いのが気になるのかわからないんだけど、香水の方が多く振っちゃってて、強く吸なんかうと苦手な人とかは酔っちゃったりとか電車とかで酔っちゃったりとかするから、結構日本人でも多いんだけど、外国の香水って強いから匂いがやっぱり少なくてもいい香りするから、そんなにかけなくても大丈夫だと思う。これはすごいわかります。やっぱり電車の中ですごい強い香水があるとその人だけは目立つ。そのくらいかな。あとは特にないよね。外国人の人みんな優しいもんね。よかったです。いいこと聞きました。まだいいよね。全然いい。日本人の方がまだ悪いんじゃないかレベル。誰も日本人だもんね、絶対やってんの。食べるときに咀嚼音を出しすぎない。意味ですか？口を閉じて。そうです。たまに間違ってる人見たんですか？たまにいますね。それはまあ文化の違いだと思っているので、別に気にならなくはないですけど、そういうのをマナーできたらいいかなと思います。日本人結構すごい並ぶじゃないですか、列とか。でもそういう時にやっぱ多分海外の人たちそういうのはあんまないのかなと思って、別に悪気あってじゃないんですけど、こうしれっとこう入ってきたりとかするんですよ。だからそういう時に一応並んでるんでみたいなの言うとソーリーみたいになるんで、なんか列があったら一旦並んだりした方がいいかなみたいなってのは思いますね。Don't cut in line。私もすごいそれを信じてます。なんか俺聞いたんですけど、海外の人とかってディナーに誘うのって結構本気のデートの誘いで、ランチはなんか軽いみたいなのあるんですか？あるんですよね。そういうのが日本ないから、多分分かってないんですよ、女の女性とかっていうのが。なので例えばもう普通にこっちに来てる海外の女性とかが日本の男性がなんか普通にサクッと誘ったりしたら、別にランチだからってなんかそういう風に軽いみたいな感じではないよっていうのがこうなんかズレがあるかなっていう感じですよね。それで今個人的に知りたいのは、ランチでもディナーでもちゃんと重い意味ですか？それとも軽い意味ですか？重くもないし軽くもないですけど、どっちもそう気になったら別に一緒ぐらい誘うっていうのがあるんですけど、なんかそのディナーだからみたいなのがそんなにないですね、日本。じゃあディナーデートじゃなくてランチデートでも全然なんかありますし、いや割と今時の若い子とかなら多分なおさらそうなんじゃないですかね。じゃあランチ行こうって男性の方に誘ったら、私はこの人はもしかして私のこと気になると思って大丈夫ってこと？思って大丈夫です。そうです。なんもないんだなって思っちゃう方があれかもしれないですね。ゴミをその辺に捨てない。東京に非常にゴミ箱少ないじゃないですか。その時どうすればいいんですか？持って帰ります。でそれで分別ね。はい、そうです。エスカレーターはこうやって2人並ばない。一列にこうやって。でこっちは歩く人よ。こうやって登っていく人よ。こっちは止まってる人よ。
ぐらい右と左どっちは止まってるんですか？なんか東京とかは左が止まってて、関西は逆です。じゃあ自分の行く場所に合わせて気をつけてください。割り込み並んでるところに押して入らない、後ろに回る、順番やったらどうですかね、みんなの気持ちは。悲しいですね。ちょっと声出しますか？すいませんこれちょっとみたいな。日本人は言えないので、言えないからこそみんなちゃんとルール守ってください。橋渡しはダメだよね。橋同士で何かお肉を掴んでそれを箸で受け取るっていうのはダメ。どうやって受け取ればいいですか？お皿で受け取ったりとか。橋渡しは演じです。ノーブラ多くない？知らない。ノーブラの人が結構いたりするから目立ちますよっていう入った方がいいってことですかね。来た方がいいと思う。危ないよね。何が危ないですか？いや普通に男の人がねえ、写真はよく撮ってるな。なんかいろんなところをなんか絶対日本人が撮らないようなところとかも撮ったり、人混み撮るの好きだなっていうのは思う。渋谷のそうだね、渋谷のスクランブル交差点とかすっごい人がこう交差してるところを歩きながらこうセルカ棒とかでこう撮ってるのはちょっと危ないなとは思います。人の周りの人に気をつけたり。はいですね。電車で声が大きいさっきいた外人の人すごい声大きかったから、言葉わからないからさ、なんか内容聞いても何とも思わないけど、声のボリュームはちょっと気になる。いいですね。他に何かありますか？日本人の方がマナー悪い気がする。ポイ捨てはすごい気になるかも東京でゴミ箱が少ないので、みんながその時に今どうしますか？袋とか持ち歩いてますので、に入れてます。なるべくゴミを出さないようにする。確かにゴミになるものは買わない。すごい作戦ですね。ご飯とかに箸を刺したまんま置いといたりとかするのはマナー的に良くない。刺しちゃいけない。箸は置いてみたいな。なんかそれは下品。盗撮はどうでしょう？今超盗撮されてるんで。そうですね。なんか結構今歩いてたらなんか普通になんか道とかで撮ってる人ってカメラでありなしですか？なしで盗撮なし。質問して撮っていいですかとか言った方がいいと思います。確かにそれマナーやね。街中でなんか写真とか撮ってるのが多いんで、ちょっと危ない。人に当たったりするのが危ないみたいな感じですね。じゃあどうすれば？目で見て心に残しときましょう。心に残しましょう。割り込みをしない。守んない海外の方見たことありますか？自分沖縄の人なんですけど、沖縄では結構ありますね。じゃあありがとうございました。Okay, we asked Japanese people on the streets of things that you shouldn't do in Japan and that actually annoy them when foreigners do them. I think top of the list is the cutting in line part. I know your country might not be a country where you actually have to stand in line and wait for stuff. Oh, please don't come to Japan and cut in line. Like even I saw a foreigner who like sneakily cut in line before, and you get so much hate for it because everyone lines up, and that's how Tokyo works. If you don't line up, Tokyo wouldn't be working the well it does, so please stand in line. That is number one. Number two is littering. People hate it when you litter. Tokyo is a very clean city and there are barely any bins. I know it's really hard, but you sometimes need to just carry your garbage around. Sometimes what I actually do, I made a decision to buy myself an item that doesn't have a large plastic bag, so I don't need to carry it around. Just get something simply wrapped so I can take that home and then throw it away there. Other things is that people mention, don't eat with your mouth open. Lunch date is still a date, so don't think that the guy is just like asking for a casual date. A lunch date is still a date. Interesting. Don't smoke on the street. Very surprisingly, and I actually like that, no one really smokes on the street. There are designated smoking areas and restaurants and cafes that have smoking areas. Apart from that, don't smoke on the street. Otherwise, you might be in for a fine. We continue with chopsticks. There are quite a lot of chopstick manners. You might want to look them up. You're not supposed to stab them into your eyes and leave them there. You're not supposed to pass items from chopstick to chopstick.
So be very, very careful how to use your chopsticks before you come. Don't speak so loud on the train. It's a foreigner aru-aru. It's pretty much like a common thing. What people say, and I'm sorry America, but many people just say Americans are the loudest people on the train. I have an American friend who actually said that, yeah, I'm sorry, I'm the loudest on the train. People get very, very easily annoyed, and lots of people in Tokyo are under a lot of stress. Being in a lot of stress, having to work very hard, and then you being squished in the train in the morning, and you'd rather be anywhere else, and then there's this really loud tourist who shouts into your ear. You don't want to be that person. Sneaky pictures is a topic that I am so annoyed about that I'm actually going to be on fire. Do not take sneaky pictures of people. In Japan, there's actually a law against taking pictures of people. You're not allowed to just go and take pictures of people. Just because you think from a different country and you're a tourist and you get away with it, don't do it. We have so many people on a daily basis, and that's always tourists who come and take pictures of us when they shouldn't. They don't ask. If you ask a person, it's totally fine. We also have video that tells you how to ask a person if you can take pictures of them, but don't just go and take pictures. It really, really annoys people, heavily annoys me, so don't do it. Seriously, it's not cool and it's not legal. Don't do it. Don't wear too revealing clothes, especially Japanese ladies show a lot of leg, but they do not show cleavage. Cleavage is the most part hidden. It's really rare to see girls who show their cleavage. As a lady in Japan, be careful about that. I've seen a couple of girls who will like even see through tops, so you can only see the bra. People will judge you for that. It's interesting because showing leg is very okay, and even having like knee-high socks, or like socks that are like over-knee socks, or like even suspendery looking socks, that's something that you wouldn't do, for example, in the UK or in Germany. But you can totally do that in Japan. But as a balance, to balance it out, apparently you don't show much cleavage, you don't really emphasize your chest, everything is kind of hidden in this area. So be careful about that, because otherwise you get weird stares on the train. Perfume. And don't wear perfume that is actually too strong. You can always tell who the foreigner around you is, because some foreigners just shower themselves in perfume. Now there is this thing, many foreigners have a problem when they come to Japan. They cannot find the right deodorant, so they just shower themselves in perfume. Don't do that. What you want to do if you come to Japan, even for a short holiday, bring a perfume. No, not a perfume. Bring a deodorant that actually hides your smell, and have daily showers before you go on. Japanese people don't seem to smell as much. It's magical. I don't know. I'm so jealous. So they are actually generally don't smell of anything, or just of like soap. So don't go around with a very strong cologne. I made that mistake. I bought myself a really nice perfume at Lush. I can't use it here because I only wore it once and just a little bit. I had one spray. Everyone could smell me everywhere. So you don't want to do that. Yeah, that's a couple of things that you do not want to do in Japan. If you would like to add anything to the list so other people can read it and take it as a reference, please leave us a comment in the section below, and then guys, you can check it out and maybe find some more hints of stuff that you shouldn't do when you come to Japan. I hope you enjoyed this video. We're gonna do a couple more videos, and we have already done a couple of videos of what you need to know when you come to Japan, so be sure to check out our other videos. Thank you very much for watching, and I'll catch you soon on Ask Japanese. Bye!